今日は妊娠超初期と妊娠初期の頃のお話をしたいと思います。妊娠出産関連のキーワードがたくさん出てくると思うので、そういった動画がちょっと見たくないなとか思う方は今閉じてもらった方がいいかもしれないです。すいません。今回はね、そういったお話もね、ちょっと参考になる方がいればと思って撮らせていただきます。はい。妊娠の初期の頃のお話の動画を出してる方ってたくさんいると思うんですけど、どの方を見てもね、似たような症状もあれば、人によってそれぞれの場合があるので、すごいね、個人差が多いですよね。やっぱ妊娠中の出来事とか症状とかって。なので私が今日話すことも一つの一例でこういう人もいるんだとか、こういう症状があるんだっていう感じで見てもらって参考にしてもらえる部分があればなと思います。まずね、妊娠超初期っていうのは、ちょっと知らない方もおられるかもしれないからちょっと説明すると、妊娠をまだしてない状態のところも入るんですね。つまり妊娠0週に当たる部分はまだその生理が始まってからの部分なので、生理が始まって排卵があってそこで受精して妊娠っていう形で至るんですけど、その部分も含めたところで、私が今から説明する症状っていうのは多分受精してからのそっからの多分症状になるのかと思うんですけど、私この頃はね、妊娠まだ全然気づいてなかったんですよ。だからその妊娠したことを知ってから、そういえばあの頃こんなのあったなとか、こういう症状だったなっていうのをネットの情報とかをねちょっと比べて思い出しつつの、話になります。すいません、ちょっと忘れたらダメと思ってメモしてるんで、メモ見ながらいきますね今日は。私なんか知らないけど妊娠超初期に当たる頃って麺類ばっかり食べてました。なんか急にラーメン食べに行きたくなってラーメン食べたりとかとりあえずなんかね、食の趣味ちょっと偏ってたと思う。で、あとね、よく言われるこれは酸っぱいものがすごい食べたくなって、酸っぱいチュッパチャップスがね偶然韓国コンビニで売られてて、それを結構食べてた。で、ネットでも結構酸っぱいもの食べたくなるっていうのはよくある症状だそうです。で、使ってたパックがなんかね肌合わないなというか、なんかピリピリしたんですね。今まで普通に使ってたのにちょっと肌がね敏感になったのかな、それもちょっとあった。で、なんかね暑くて熱っぽかった。ずっとなんか体温実際に測ってないからよくわかんないんですけど、なんかね暑い、なんかこう体がポカポカした感じで、すごいちょっと眠くなるっていうのがネットで書かれてたりするけど、眠くなることはなかったかな、その頃は。これが妊娠して分かってから思い出すと、こうだったかもなみたいなお話ですね。でも実際ね、多分気づかない程度の本当にちょっとの違いかなっていう感じです。で、こっから妊娠初期に入ってからのお話ですね。妊娠初期に入って私がね妊娠に気づいたのが、確かそれもう動画で出してると思うんですけど、妊娠何週かわかんないけど確か3ヶ月に入る頃だったのかな。つわりの話はまた別で動画で出してるかまた出すかでだと思うんですけど、とりあえずねつわりがめちゃくちゃきつくって、でつわりが始まったのが私が妊娠が分かった3日後か2日後ぐらいからもうつわりが急激に始まったんですよだから私が気づかなくてもつわりで結局気づいてたと思うんですけどつわりの話はまた別で動画あるからちょっと置いといて、体の変化とかに関しては私ね永久脱毛してるんですけど、なんかね急にお腹のあたりとか、手もそう手はそうでもないか、足もそうでもない、やっぱお腹のあたりかな、お腹とかがねちょっとふさふさしてきたんですね。やっぱり防衛反応なのかな、なんかお腹を守らなきゃみたいな感じでお腹にね毛が生えてきました。でもよくねテレビとかで毛深い方がこうおへその周りとかお腹にバーってある毛とか、ああいう感じじゃなくって、全体的にお腹の周りがちょっとなんかこうダニとかがよくこうふさふさしてるじゃないですか、あんな感じ、なんかこうちょっとふっさふっさしたね、なんか産毛みたいなのがいっぱい生えてきた。で、それは今もうね撮ってるのがちょっと妊娠初期特に終わっちゃった頃なんですけど、今もうしっかりあります。多分妊娠中はずっとあれ生えてるらしい、ネットで見る限りは。あとねむくみがねよくね足がむくんだりするってネットで書いてるんですけど、私むくみは一切ないですね。足とかも特に変わってない気がする。むくみはなかったです、私の場合。ですっ
ごい眠気が、なんか妊娠朝食の頃は眠気全然なかったんですけど、なんか急に眠気が来始めてすごい寝るから、なんかもう昼夜逆転になったりなんか戻ったりがずっと繰り返した。っていうか朝昼夜全く関係なくなってた。だってもうずっと寝てるから。例えば普通にいつも通り夜の12時とかに寝ても、次の日起きるのがね、昼の3時とか4時とか、もう昼じゃないな、夕方に差し掛かってる4時とかに起きて、もうこんな時間みたいな感じになる時があるから、もうそれでなんか昼夜逆転って言わないかも、これは。だからたまに本当に長い時だと、夕方の4時に寝て、次起きたら次の日の夕方の4時だったりして、って思って丸1日24時間寝てたりもしたね。私こんなに寝る人いるのかな。眠気が来るとは書いてたけど、さすがにここまで寝てる人いないんじゃないで、もともとよく寝るから多分そうだったのかもしれないけど、とにかく眠くて、っていうか一回寝ると長かった。でね、この頃からちょうどトイレが近くなり始めてて、なんかすごいトイレに行きたくなるんですね、頻繁に。さっきね24時間ずっと寝てたって言ったんですけど、24時間ずっと寝てたっていうよりは間でトイレで何回も起きたんですよ。でもトイレ行ったらまたすぐ寝て、トイレ行ったらまたすぐ寝て、トイレのために起きてるだけで、間で起きてたっちゃ起きてました。あとね、これ生理前に PMS、 私ね生理前とか生理中とかになんかこう生理痛とかのそういった症状、精神的なものも含めて起こったことが今までもうほぼなくって、生理痛とか気分が落ち込むとかがちょっとよくどんな感じかよく分かってなかったんですよ。でもともとなかったからのせいか、妊娠中もそういった症状が起きるって聞いたんですけど、特に起きなかった。つわりはがっつりきましたよ。つわりはがっつりきたけど、つわりだけだから、吐き気が来ただけで、多分ねつわりがあまりにもひどすぎて、もう落ち込むとかそんなことになる余裕がなかった。もう頭の中で気持ち悪い、どうしよう、気持ち悪いがずっともう何ヶ月、1ヶ月半か2ヶ月近く続いた感じだった。あとね、私のちょっと変えたことといえば、まつげエクステずっとしてたじゃないですか。でもなんかまつげエクステがねちょっとしんどくなったというか、時間もすごいかかるし、液がすごい染みたんですよ、目に。もう涙ボロボロで、つける方もねそれだと大変みたいで、なのでまつげパーマに変えたんですね。なんか結果的にまつげパーマにしてからすごいなんか良くなったっていう、なんかこうまつげパーマのこと言ってなくて、視聴者さんも気づいてなかったと思うんですけど、なんか化粧変えましたかとか、すごく良くなりましたの声が多くなったから、多分まつげエクステよりパーマがもともと合ってたから、もう多分妊娠関係なくずっとこれからこっちにすると思うんですけど、まつげパーマにしてよかった。なんかもうすごい早く終わるし、値段も安いし、自然に見えるし、多分でも向き不向きだな。エクステが似合う人はまつげエクステの方が似合うだろうし、パーマの方がいい人はパーマだろうし、パーマねすぐ落ちちゃうっていう人はすぐ落ちるらしいんだけど、私結構まつげがしっかりしてるからまつげパーマすっごい持つんですよ。エクステだとだいたい1ヶ月ぐらい持ったらいい方なんですけど、パーマの場合は私ね3ヶ月以上持つ。それもなんか一石二鳥か三鳥かぐらいのすごい良かったなと思って。はい、そんな感じかな。とりあえず妊娠朝食と初期のお話は、なんかこれねつわりの話はねいっぱいあるんですよ。食に関してのこととかも含めて。なのでねこれまた別で出してもいいかなと思うんですけど、とりあえずね妊娠初期の頃っていろいろと急激になんか変化があって、ちょっとこんな感じでまとめてみたんですけど、パパーっと喋りすぎちゃって一瞬で終わっちゃった感があるんですけど、そんな感じかな。妊娠初期って今中期のもう後半ぐらいに入ってるんですけど、妊娠中期より初期の頃の方がすごい長く感じた。とりあえずつわりを乗り越えるまで、だからだいたい妊娠何週になったらつわりが終わりますよ、この頃には終わりますよっていうなんかあれがあったけど、私その頃になってもうつわり収まらなくってずっと続いてたから、本当に中期入ってまだちょっと続いてたぐらいだから長くって、でもうずっとそのつわりが終わるのをずっと待ってた感じだったから、もう一日一日がすごく長くって、なんか寝てた時間が長いって言ったけど、寝てた時間は確かに一瞬で終わっちゃう。でも起きてる時間がすごい長く感じるから、苦しい時ってその時間長く感じるようなもんで、妊娠中期はね一瞬だった。本当に。だって妊娠中期に入ってからすっごいね体調が徐々になんですけど、妊娠中期の最初の頃はちょっとつわりがまだ残ってたけど、だんだん良くなってきて、急にねなんかふと気づいた時に、あれ
つわりないよね今みたいななんか感じで気づいたから、なんかそれもねいろいろらしいんですよ。妊娠のつわりって人によって終わり方が様々で、急に朝起きたら急に終わってたっていう場合もあれば、徐々に終わってきたの場合もあれば、あれ気づけばもうないなみたいな、そういうパターンもあれば、私は気づけばもうないなのパターンだったんですけど、とりあえずご飯が美味しくなった、とりあえずもりもり美味しく食べれる幸せを感じれるようになったのが中期で、ただ私ね妊娠の初期のつわりの期間があまりにも苦しすぎて、もはや出産が全然怖くなくなった。だから私妊娠する前とか子供全然考えてない頃って出産って怖って思ってて、なんかテレビとかでもなんかドキュメンタリーやってたり、ドラマとかでもとかやって苦しみながら産んでたりとか、あと友達の産んだ子の話とかも聞くとね、あれはもう辛すぎて、もう私2人目いらんっていう子が何人かいるぐらい本当に苦しいんだろうなって思ってたから、私はちょっと怖かったんですけど、今はもうつわり乗り越えて、私つわり乗り越えたんだったらもう出産なんて全然なんかもう平気って、まだ経験してないくせにそう思うぐらいつわりがもう苦しすぎて、実際ね出産になるとちょっとそれは痛いししんどいしだろうけど、でももう出産って言っても長くってももう数日で終わると思うけど、つわりって本当に長いから期間が、こんなこと言っちゃった妊娠とか出産に踏み切るとか考えを起こす人が少なくなっちゃうから申し訳ないかもしれないし、個人差なので全然大丈夫な人は大丈夫らしいです。だってダイアナとか話聞くとつわり全然なかったよって言うから、私めっちゃ羨ましくって本当に。でもね意外と多いんですよね。友達でもつわり全然なかったような子が何人かいて、ちょっとこんな感じでつわりの話はまた動画別で撮るとして、妊娠超初期と初期の頃のお話を、軽くしてみました。何かのね参考になれば嬉しいです。ただ一つ言えるのは、妊娠初期の頃の唯一の楽しみは毎回の妊婦検診。妊婦検診すごいね行くのしんどいんですよ。つわりの期間だから行くのはしんどいんですけど、やっぱりお腹の中のね赤ちゃんをエコーで見ると動いてたりするし、すごいねまだ形がしっかり人間っぽくなかったりもするんですよ最初の。でもそれでもねやっぱりね可愛い、なんか愛おしくなるというか、なんか早く子供に会いたいなっていう気持ちになるので、それが唯一のねなんかつわりよし頑張ろうって毎回思う時というか、その時間だったかなって。多分妊娠のね間でエコー検査がなかったら途中ちょっとねくじけてたぐらいにしんどかったので、それがね唯一の私の心のねモチベーションを保つ一つだったかなとは思います。またここからねいろんな妊娠についての関連の動画を出していくと思うんですけど、ちょっと興味があったりね関心のある方は見てくだされば嬉しいです。以上、とぎもちの妊娠超初期と初期の頃のお話でした。